こんにちは、りくです。前回は弓の動機と矢が当たった時に発生するエフェクトの動機をつけました。今日はチャット機能を開発します。どんどんオンラインゲームっぽくなっていって嬉しいな。りく、チャット機能には何が必要だと思うにゃ？チャットを入力する窓っていうか枠っていうか、ウィンドウと呼ぶにゃ。ウィンドウっていうのか。チャットを入力するウィンドウと入力された文字が表示されるウィンドウ。この2つかな。あと必要なものは、相手に文字を送るんだから、私が入力した文字が相手に表示されるから、わかった。やっぱりチャット機能もストリクス RPC を使うんじゃない？りく、正解。やったー。チャットウィンドウの UI は俺の方でちゃちゃっと作っちゃってと、これでよしと。次にチャットを送る処理を作成していくぞ。ここからはりくにお願いするぞ。はい、頑張る。最初に伝えておくけど、チャット文字列の入力は Unity 標準のインプットフィールドを使うぞ。オッケー。インプットフィールドに入力した内容をストリクス RPC を使った関数で他のクライアントに送るんだ。任せて。まずチャットを送信する関数の名前はセンドチャットにして、引数は名前とメッセージとあと送った時間も必要なんだよね。ストリング型のネーム、メッセージとデートタイム型のタイムを設定するんだよ。なるほどなるほど。これでいいかな。次はセンドチャットを呼ぶ RPC を作ります。関数名はコールセンドチャットで、引数は同じようにネームとメッセージと。ちょっと待つにゃ。RPC にはストリクス RPC コンテキストといって、送ったプレイヤーの情報が取得できる特別な引数があるにゃ。いい機会だから説明するぞ。今回はチャットを送ったプレイヤーの名前を取ってみるぞ。まず RPC に名前以外の引数をつけて、最後にストリクス RPC コンテキストを追加するんだ。次にりくの作った関数を呼ぶんだが、名前はさっきのコンテキストから取るんだ。コンテキストのセンダーというパラメーターからゲットネームして OK にゃ。なるほど。こんな感じ？最後にチャットの送信キーを押した時に RPC を呼べば完了にゃ。ストリクス RPC コンテキストは自動で渡されるから書かなくていいにゃ。よし、これでチャット機能の完成だ。早速試してみるぞ。よーし。これから実際にゲームにログインをしてチャットしてみたいと思います。せっかくなので自宅にいる楓ちゃんに協力してもらいます。ちょっと楓ちゃんに電話しなきゃ。もしもし、楓ちゃん？今からチャットテストやるからゲームにログインしてみて。ログインしたぞ。じゃあ電話を切って今からチャットでお話を始めます。こんにちは、りくです。楓だよ。チャットがちゃんとできてる。やったー。何してたの？お菓子食べてた。楓ちゃんらしいね。チャット機能開発大成功だね、アポロ。いつもお菓子食べてるね。シュークリームが食べたい。笑。ドーナツが食べたい。食べ過ぎだってば。英語の宿題やった？もちろんしてないよ。明日宿題の答え見せてくれ。やだよそんなの。もう無視しよう。今日の夕飯はカレーなんだよ。おい、宿題の話どこ行った？わらわら。もう逃げろー。エマ、元気ですか？オンラインゲームの中でテキストチャットができるところまで来たので、まだまだ未完成なんだけど、ゲームを公開しようかなって思ってます。だってみんなエマと早くゲームがしたいなって言ってるんだ。
楽しみだね。